またチャンネル登録していただけました。ありがたい。毎日動画作るのって無理だと思ってたけど、意外と続いています。だんだん慣れてきたから、もっと面白い動画にしたいのですが、今の私はまだ勉強不足です。モネを見習って上達しなければと頑張っております。ということで、おはようございます。実家に帰ったモネ。お父さんお母さん、察しがいい。モネが言いたいことがあるのは、すぐに察したようです。で、酒飲んじゃうモネ。まだまだ、弱いな。そんなんじゃ、東京の荒波に飲み込まれてしまいますよ。そういう、私も、親にはしっかりと話せたことはないな。身内ってのは、話しづらいものなんですよ。私、ヤフコメでおかえりモネの感想を、時々チェックするのですが、結構、ドラマに対して、批判的な意見が多いですね。脚本の矛盾点をついたり、モネ、清原果耶さんの表情が変わらないとか。私は、ドラマだから、少々の矛盾点はあるし、清原果耶さんの演技も、モネという人物をしっかり表現できていると思っています。面白いか面白くないかは、いろんな意見があっていいと思います。押し付けはいけないですけどね。少々脱線しましたが、最終回みたいでしたが、第一部巻ですね。なのに、菅波先生、それだけですか。でも、それが菅波先生。内野聖陽さんも、お父さん役が、すごくいい。いろいろ、話をしたいことがあるのですが、私なりに思っていることがあって、今回は、あまり本編には触れません。震災や戦争の体験を、よく風化させてはいけないと言いますけど、私は、別に風化させてもいいんじゃないかと思っています。もちろん、その教訓は生かさないといけないとは思います。これは、阪神大震災で2、3年、ボランティアに参加して思ったことなんですけどね。時が止まったままの人が、本当にたくさんいました。その人たちに、震災のことの話を聞いて、思い出させるのは胸が痛みました。忘れてしまっていいよってぐらいに、そんなのなかったんだよって、なんか、そう思わせてあげたいなって。何もかも失って、そこから立ち上がれない人たち。大切な人を失ってしまったら、本当に忘れてしまいたい人もいるのです。阪神大震災が1995年だから、25年以上経っているけど、未だに当時のことを風化させてはいけないという人たちがいますよね。その人たちを批判するわけではないのです。そういうことで、思い出して苦しむ人たちがまだいるってこと。もちろん、震災や戦争を知らない子供たちに伝えていかないといけないことです。でも、それで苦しむ人たちがいるのは、モネは、その苦しみから抜け出せたところかもしれない。みんな苦しんだ。当時は、まだ、国の保障もなくて、国に訴える運動がたびたびありました。でも、先頭に立つ人は、被災者ではありませんでした。本当は、被災者が真っ先に、運動を起こすべきだと思うのですが、そういう力はなかったのが現実でしょう。みんな苦しんだ。いつまで続ければいいのでしょうか。単に風化させてはいけないという思いなら、風化させてしまった方がいいというのが、私の思いです。批判される意見もあると思います。でも、そういう思いの人もいるってことを知っていただければ幸いです。